妥協できない。どこまでの友達を呼ぶか悩んでます。招待状見たいです。ドレスコードの決め手が知りたいです。総額どのくらいかかりましたか？総額。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、もしかしたらみんなお待ちかねだったのかどうなんでしょうということで、結婚式を終えて、みんな本当に結婚式の動画に対してとっても温かいメッセージがもうめちゃくちゃ届いて、コメントも DM も本当に毎日ね幸せな気持ちでいっぱいだったんですが、本当にありがとうございました。でですね、結婚式を終えて今1ヶ月半、この動画が上がる頃には2ヶ月ぐらいがもう経ってるんですということで、結婚式を私がやって振り返ってみて、これをやった方がいい、これはしなくてよかった、これはよかった、ああじゃあこうじゃみたいなのをお話ししながら、このみんなからねもらった質問に対して答えながら、振り返りながらいろいろねみんなが聞きたいことなどを答えていきたいなと思います。なのでこれから、結婚式を控えてるよとか、将来のためにとかいうので、ちょっともしかしたらいい tips があるかもしれないので参考にしていただけたらと思います。まずこれ、日程はギリギリに決めた方がいいですか？その分値段は抑えられますが悩んでます。値段抑えられるんだ、ギリギリだと。私の場合はギリギリにしたくてしたわけじゃなくて、ギリギリになっちゃったって感じだったんだけど、みんな結構1年前ぐらいからやっぱ式場でやる人ってさ、式場争奪戦がすごいから、みんな早め早めから予約することが多いと思うんだけど、私はもう2ヶ月前でまだ式場決まってないような状態てか、場所が決まってないような状態だったので、本当に 1.5 ヶ月ぐらいで場所が決まってから準備した感じだったんだけど、早く決めれるなら早く決めた方がいいと思うけど、でもどっちにしろみんな、私がギリギリだったから皆さんが励ましてくれたっていうのもあるけど、周りの人に言われたのは、結局結婚式って1年前とかから式場抑えるけど、実質動くのなんて最後の3ヶ月ぐらいだから大丈夫だよみたいな感じで言われて、私はなんかダラダラやるよりバッと根詰めてやった方が自分の性格にも合ってたし良かったかなって感じなんだけど、別に場所が抑えられるならギリギリでもいいんじゃないかなと思います。あとなんか大安とか仏滅とかは私は全く気にしなくて、むしろ私たちの日が何の日だったかな見てないんだけど、私たちが結婚式をやる日はいい日じゃないはずないみたいな感じで、その暦っていうのかな、大安とか仏滅とかを気にしちゃうとなおさら式場とか抑えにくくなっちゃうので、結局別になんか愛の日だから私はそういうの気にしないタイプです。前撮り式当日合わせて何着ドレス着ましたかということなんですけど、前撮りは2着着ました。私はフォトホワイトというスタジオで、フォトスタジオでガリアとかもね着られるんだけど、そこで2着撮って、それがこちらです。こんな感じの2着を撮って、でその後に式でガリア1着でしょ。でもガリアもなんだろう、ストラップを外したりつけたり、あとこの腕の袖をスリーブをつけるつけないとか、ちょっと2パターン何パターンか遊べるような感じにはしたので、それ1着、ドレスとしては1着と、あとは二次会のドレスはミラー中に着ていたフェザーのスカートとサテンっぽいキャミワンピみたいなのがミラーで、オーダーで作らせていただいて、で上からオーバースカートを巻いて、キラキラのグローブして、ベールもキラキラ、オーバースカートと同じ生地のキラキラだったんだけど、それはガリアのオンラインストアで買えて、日本にも発送してるし返品も可能。もちろん来たらダメだけど、私グローブ2つ迷ってて、実際生で見たいと思ったから2つオーダーして2個見比べて、やっぱりこのストーンがついてる方がいいなと思ったから1個は返品してみたいな、すごくそれも簡単だったし返品も無料だったのですごい良かったです。なのでガリアのオンラインストアでそれは買ったんだけど、なので123 4着だね。試着に関してはもうめちゃくちゃした。それはこちらの動画でも流してるんですけど、試着はめちゃくちゃしました。はい、次。雨だったらどこでする予定でしたかということで、雨だったらの予定はこれすごい聞かれるし、私自身もちょっと雨予報だったの。2ヶ月ぐらいずーっとその日だけ雨で、2週間3週間前ぐらいからちょっと徐々に曇りとか、また雨曇りみたいな感じで変わってきて、1週間前には晴れっていう感じに変わっていたので、あれなんだけど、これ他の動画でも言ったんだけど、会場の装飾は変えないしあのままなんだけど、雨だった場合にテーブルだけ、二次会のチルスペースみたいなのを全部なくして、テーブルだけのところになっちゃうって言われて、しかもそこに大きなテントを張る感じで対応するんだけど、そのテントだけで200万って言われたのね。だからみたいな、雨で二次会のチルスエリアなくなってテーブルだけになって、それ天気のせいだから誰のせいでもないんだけど、でプラス200万みたいな、無理ってなって、200万で親善式上げてお釣り来ちゃうし、無理だと思って雨降ってもう濡れますって言いました
それに関してはなんかプランナーさんたちはもうさすがにテントのオプション入れてなかったけど、もし最悪雨降ったらちっちゃめのテントをなんかこっちで用意しようと思ってたって一応言ってくれてたんだけど、私はもうゲストにももう昨日知れた人たちしかいないので、もうマジごめん雨だから濡れてもらっていいみたいな、濡れれる服でお願いみたいな感じで多分雨では濡れてやってました。あんまりこれ現実的じゃなく聞こえると思うんだけど、私は本当に雨だったらみんなに濡れてもらうつもりで、もうそれも思い出じゃんみたいな感じでいました。だから雨っていうことを考えずにずっとプランし続けたね。でもこれもう終わったから言えるんだけど、私雨女なの。結構雨女なの。干ばつの LA とかに雨降らしちゃうぐらい雨女なんだけど最近ね旅行行ってても大体晴れるんだよね。だから雨女じゃなくなってきたのかな、わかんないけど、だからもう本当に晴れてよかった。もうそれだけだから、今更雨だったらなんて考えないです。はい、そんな感じです。どこまでの友達を呼ぶか悩んでます。誘って断られたら悲しいし、どこまでの友達を呼ぶかっていうのは私もそんなにそこは私は線引きはなんていうの悩まずに、本当に一次会はいつものメンバーでみたいな感じで言ったら、だからもう一緒に旅行が行ったことある子たちぐらいの、そのぐらいの近さの子たちしか呼んでないような感じで、あとお仕事の人たち、本当ファミリーみたいな人たちで、みんな私の周りって結構つながってるから、そこでも勝手に楽しんでくれるし、それでいたんだけど、なんせギリギリすぎて二次会とかも本当にもっと呼びたい人いたんだけど、人を呼ぶっていうことより準備が忙しすぎて、招待状もウェブオンラインでやったんだけど、海外の子たちとか特にみんな呼んでって言ってくれてたから、でも声かけたのが結局1ヶ月前とかだとみんな無理じゃん、来れなくって。だからそれはちょっと反省点っていうか、もうちょっと早く声かけてあげられたらよかったなとかは思いました。けど私は本当に一次会は本当に近い一緒に旅行に行くようなメンバーみたいな、私は特に旅行によく行くのでそのメンバーも幅広かったりするんだけど、行くようなメンバーで、もちろん予定が合わなくて出張が入っちゃってたとか、私もそもそもが本当に近い親友たちにはこの日に式やろうと思ってんだよねっていうのを10月ぐらいから言ってたので、とりあえず開けといてその週末全部みたいな感じで開けといてもらってたから問題なかったんだけど、それもあってそもそも私がなんでこんなに準備が短かったかっていうと、もともとやりたい会場があったのね、第一候補の。でプランナーさんともそれを話して、で実際現地を見に行ったりとかしてやりましょうってなったんだけど、結構場所が使いづらくて、プールを施工で足場を作って、もうだから工事が入らなきゃいけないってなった時に700万になっちゃったの、プラスでね。その式のお金プラス700万みたいになって、700万でホテルで式あげれちゃうなってなるじゃん。そこまでして私はここじゃなきゃダメなのかって、すっごく素敵なところだったんだけど、それでもやっぱりちょっとこの金額はきついなと思って、それを10月ぐらいからやってたのね。でそれで5月の末とかぐらいがいいかなみたいな感じで、式は5月の末かななんて言ってたから、言ったらさ半年準備期間があったからドレスに合わせてだったんだけど、だからそう思ってたら結局そこじゃなくなっちゃったから、やばい、場所探さなきゃ。でここにこだわる必要はなかったんだけど、周りの親友たちにはここら辺でやるからっていうの言ってたし、なんとなくここに合わせてこう取りに行ったような感じですね。はい何の話だったっけ、何の話だった、どこまでお友達呼ぶかが、そうだ、なんでこんな話になっちゃったんだっけ。そうそんな感じです。なので近しい友達にはもう最初からこのくらいのあたりにやりますっていうのを言ってて、普段ご飯行ったりとかするようなお友達には結構直前に声をかけました。あとこれもうね、多分質問を募集してからの返答としては遅いかもしれないんだけど、来週結婚式です、これだけはやっとけみたいなのありますかっていうことなんですけど、もうとにかくゲストと話す、ゲストとの交流は、私はこれインスタでみんなに質問して先輩花嫁さんたちが教えてくれたことで実践して本当に良かったし、それでも足りなかったんだけど、結構先輩花嫁さんたちに何をすればよかった、こうした方がいいってアドバイスくださいみたいなのを結婚式の前に言ったら、もうとにかく寒暖の時間を設けろっていうのが結構あって、あと来てくれたゲスト全員と目を1回でいいから合わせろっていうことが来ていて、なんかやっぱ結婚式ってこういうさ、例えばビンゴとかなんかプロフィールビデオなんちゃらって催し物がすごく多くて、そのプログラムをこなすだけで2時間ぐらいの披露宴とか終わっちゃうわけで、けどさ、来
来てるゲストももちろんそれは楽しいんだけど、やる側からするとゲストと全く喋れなかったな、せっかく来てくれたのにっていう反省というか、そういう気持ちの人が多いみたいなのを書いてくれてたので、じゃあ私は歓談の時間を取ろうと思って4テーブルあったんだけど、各テーブル20分ずつ歓談の時間を取って、そのテーブルに新郎新婦が回っていくみたいなスタイルで、もちろんテーブルの真ん中とか端と端とかで喋れる近いメンバーはちょっと限られちゃうけど、それでもやっぱこうやってってできるし、お話できたので、あと押しちゃったから結局20分ずつは取れなかったんだけど、それでもやっぱ20分取っといてよかったなと思って、10分だろうとやっぱその着席してみんなの顔を見てありがとねっていうことができる。だからあと生の声を聞ける、おめでとうとかさ、なんかすごい素敵な式だねとか、そういうことを言ってもらえたり、みんなの顔を見れて、すごいこっちがはいどうぞ私たち結婚しましたっていう見せ物をしてるだけじゃなく、みんなと一緒にこう肌で感じられたので、それは本当に良かったし、ホテルとかね、何かのこうプログラムとかを1個削って歓談の時間を設けたりとか、結局高砂に来て写真撮ってってだけになっちゃうと、それでもありがとうありがとうありがとうで終わっちゃうから、なかなかね会場によっては難しいと思うけど、私はそれができて本当に良かったなと思いました。タイムスケジュールが知りたいですとのことなので、タイムスケジュールを教えます。私も覚えてませんので、このウェディングフォルダを見て、タイムスケジュール多分こんな感じだったと思う。ざっくりですが、まず朝一で撮影した、ファームで撮影しました。みんながすごい褒めてくれた写真は当日の朝一で撮影して、で撮影が終わったらセレモニーだから挙式だね、挙式を20分間やって、そこは普通に誓いの言葉とかはなんか自分たちでみんな動画見てくれたかなと思うんだけど、自分たちで誓いたいことを5個ずつ言い合うみたいな感じで、やって、その後一回退場して皆さんが着席したりとか、バージンロードの横にいてくれたの着席したり、私はベールを変えたのかな、ベールが風が強すぎてストッキングかぶってる人みたいに途中になっちゃって、でもうずっとこうやって頭が持って長いベールだったからだったので、短い二次会用のベールに変更したりとか、お色直しっていうかお化粧とか直して、スタートしてから30分後に、披露宴開始で、まずは、私たちからのウェルカムスピーチ、その後 MC の方から私たちのプロフィールの紹介で、乾杯のご挨拶で、その後歓談でみんながご飯食べてて、でその時はステージ上に15分ぐらいいて、高砂の上に、でみんなが写真を撮りに来たりとかして、で良きところで、友人代表スピーチ、私は1人に長いのっていうよりはもう3人選べなかったので3人お願いして、でその後歓談20分間で、その後ケーキ入刀してファーストバイトして、また20分の歓談で、今度テルマちゃんのお歌を歌っていただいて、その後にまた20分歓談で、私はキラキラカラフルがドレスコードだったのでベストドレッサー賞を選んで、でまた歓談、私からの、親への手紙とマイルズからのサンクススピーチ、皆さんありがとうございますみたいなのやって退場っていうような感じの流れでした。だから簡単なの、簡単以外のコンテンツマジテルマちゃんだけで、本当にテルマちゃんありがとうって感じなんだけど、テルマちゃんのお歌を歌っていただいたのと、あとは、お友達からの手紙と家族への私から家族への手紙、あとベストドレッサー賞、でもそれは結構一瞬だったんだけど、その4つのコンテンツ以外は全部簡単にしました。結局野外だったからプロフィールビデオとかも昼じゃ流せないので、全部2次会にして、だから映像を流すとかいうのも1次会では一切やらずに、やりました。マイルズさんの中でもこれだけは絶対やりたいみたいなことありましたか？なかったです。本当に何もなかったし、私が全てやらせたっていう感じで、手紙来てくれたみんなにさ、座席に手書きで1人ずつ手紙を書いたんだけど、絶対マイルズのゲストも嬉しいから、あんた手紙なんて書かないでしょ普段って言って、だからもらったら絶対嬉しいし、ちゃんと手書きで相手との思い出とかを全部入れるんだよって言って書かせて、すっごいだからマイルズのねゲストのみんなもそれにすごい喜んでくれてたみたいで、本当よかったんだけど、だからマイルズの中でこれだけはやりたいっていうこだわりはなくって、ただサプライズでリングピローを手作りでね、マイルズのお母さんに教えてもらうのが、自分で塗って自分でお花こうやってやっ
で、プランナーさんにも教えてもらったり手伝ってもらって、ビデオグラファーでフォトグラファーの友達に動画までちゃんと回して1個のコンテンツになるように仕上げてくれて、それをさ、なんか未来の赤ちゃんに手紙を書いてね、その下に置いてね、その枕を赤ちゃんが使うと幸せになれるとか、なんかそういうやつでね、その手紙まで仕込んでくれてっていうのをやってくれたんですだからまだ手紙かけてないんだけど、そういうことをやってくれたので、これだけは絶対やりたいみたいなこだわりもなければ、手伝ってくれることもなかったけど、オールオッケーでしたはい、ではマジか、本当に悩んでます。数年前に結婚式を挙げたのですが、ついたプランナーがひどすぎて、夜なべして手作りした席次表も誰一人に配られることなくそのまま返却されたり、提供されるはずだった料理の数が足りなかったり、依頼していた写真を撮ってもらえなかったり、クレーム出したもののたったの20万の返金で済まされて、数年経った今でもモヤモヤして夜中に考えてしまうことがあります。思い出してしまうので、せっかくの写真もなかなか見れずにいます。有沙さんだったらどうやってこの気持ちを処理しますか？結婚式は高額なためもう一度するわけにもいかず、嫌な気持ちだけが残ってしまいます。残念だったね。いや、わかります、ぶっちゃけ。私もちょっとこういろいろあって、周りの結婚式をした友達とかにも聞いたんだけど、やっぱり超いいプランナーさんだったっていうのと、いやめっちゃミス多かったプランナーさんだったっていう人とかで分かれたりもするし、けどもう本当にね、この方が言ってるように結婚式って人生に1回だし、もう1回できないの。お誕生日じゃないし、周年じゃないし、イベントじゃないから、もう1回はできないわけよってなった時に、もうめちゃくちゃ気持ち分かるし、どうしようもないんだけど、スイート10やるとかね、とかもっと低予算でいいから、本当に仲いい友達だけで装飾とかをちょっとさ、ウェディングとかじゃなくて装飾業者さんに調べてね、お願いしたりとか、またウェディングドレス着てもいいと思うし、その仲いい友達にはきっとさ言ってるだろうから、それやってもいいと思うし、なんかね、そんな気持ちで、だって写真を見返してさ思い出したのって超辛いよね。私はなんかバタバタあったけど、もう最高な一日だったし、もう本当に最高って感じだけどさ、なんかそれ超辛いよね。けどなんかこの方だけじゃなくて、私の周りでも結構聞く話だったので、なんだろうね、逆になんかこれから式を挙げる人たちはもう超確かめる、当日絶対にこれをミスらないでくださいっていう、こっちもミスると思って発注はしてないだろうなんだけど、ちゃんと言うのはマジで大事だと思います。誰の結婚式を参考にしたとかありますか？誰っていうのはなくて、ほぼほぼピンタレストです。私はもうピンタレストで、なんかそれが結婚式じゃなくてお誕生日会とか、海外さキム・カーダシアンとかそういう、カーダシアン系とかってさ、すっごい誕生日会とかするじゃん。で、私がやったのは、私3年ぐらい結婚式したかったのね。てかその最近よりも3年前5年前の方が結婚式の欲が高くて、私結婚したい女だったんで、だからもうずっと保存ってしてたんだけど、保存ってしている割に趣味が変わってくわけ、5年とかも経つと。だからけど別に今彼氏がいなくても、自分の好きなことを知っとくっていう意味でも、こういうの可愛いなっていうのは保存しとくのはありなんだけど、私の場合はキムとかカイリーとかがオーダーしてるフラワーアーティスト、イベントオーガナイザーみたいな人をフォローして、その人がやってるのとかを見たりとかもしてて、けどそれ結構なんかキムたちやるのってお金もすごいかかるんだけど、ギッチギチにお花詰めたりとか、ちょっと私はふわっとしてる感じが良かったから、またちょっとそれも違うんだけど、でも色合いのこの色の感じいいなとかいうのはすごい参考になったし、あとやっぱりピンタレストとかで、ピンタレストめっちゃ使えるんだよね。ピンしたらさ、やっぱその下に関連がめちゃくちゃ出てくるから、これも可愛いこれも可愛いとか、例えばガーデンウェディングだったらガーデンウェディングとか、フラワーウェディング、日本語でも出てくると思うんだけどとかで、いろんなデザインがあって、保存していくとアルゴリズムが覚えてくれて、この人こんなのが好きなんだねっていうので提案されるわけじゃん。サジェストされて、それでいいと思ったのをどんどんピンして自分のウェディングボードを作るみたいな感じでやったので、誰かのっていうよりは私は好きなものを寄せ集めたっていう感じです。言ったらケーキとかも結構モロパクリなのね。チェリーを、私はチェリーよりイチゴが可愛いと思うからイチゴにしたいとかもあったけど、あとピンクの部分をパールにしたいとか、もうちょっと青みでとか微調整はしたけど、ケーキなんてあれはもうほぼほぼモロパクリなので、でマリンハウスが忠実にこれにしてくださいって言って、ここでもこうでこうでこうでとか言ってやっていただいて作ってもらったんだけど、だから結構なんだろう、ピンタレストでやりました。ゲストが一番楽しんでいたこと、盛り上がっていたことはっていうことなんですけど、やっぱみんなでなんか DJ タイム踊ったりとかしてる時が一番楽しそうだった。みんなわちゃわちゃで、なんか別に立つ体力ないみたいな人たちはチルエリアがピクニックスペースみたいになってたから、地べたにクッションみたいなの置いたりとか、ちょっとしたソファーとかを、それね、映像にあんま残ってないんだよね。誰か写真ください。あんまりなくって、そのチルエリアで座ってみんなお酒飲んだりとかしてたみたいです。
それが結構良かったかな。私は DJ を入れてパーティーみたいな感じでやったので。結婚式メイクの詳細気になりますということで、結婚式メイクはれいちゃんの今スケジュール待ちで、れいちゃんのスケジュールが取れ次第動画に、結婚式の時のメイクの動画は撮りたいと思ってるので、多分8月撮影とかになっちゃうから、早くて8月アップで、桑頭とかのアップになるかもしれません。購入されたウェディングドレスは今後どう保管されますか？これ結構質問が来てるんだけど、私の場合は今まだちょっとわがままを言ってマグノリアホワイトさんに預かっていただいてるんですね。1年間だけちょっと保管してくださいっていう感じで、まだ後取りっていうのモルディブで来たりとか、あと今後ヨーロッパとかでもまた私いつまで花嫁やってんのって感じなんだけど、まだまだ写真撮りたいなって。あんなに可愛いドレスなんです。まだ体型とか顔とかいろんなものが変わる前にいっぱい写真のいろんなバリエーションの私のドレスみたいなのを残したいので、まだ保管していただいてて、1年経ったらこっちで受け取って、私はマイルズの実家に置きます。きっとうちの実家でもいいんだけど、マイルズの実家の方がスペースもあったり、あとうちからも近いっていう、普通にだから実家に保管するっていう感じですかね。でもさ、あれとかもう着る機会はきっとないけど、いつかもし自分が娘とか生まれたらさ、娘とかになるって思うけど、もったいないよね本当に。でももう本当にずっと大切にしていたい。あとなんか最近 TikTok かなんかで見たのが、ウェディングドレスを壁にアートみたいに額縁に入れて立体的な飾ってて、それもいいかもと思ったけど、まずそもそもそんなの飾る白壁がないっていう感じです。地面芝生でブライダルシューズ無事ですかっていうことなんですけど、意外とね、私もなんかハマっちゃうかなと思ってヒールキャップとかつけた方がいいかなって思ったんだけど、意外と大丈夫でした。びっくり。あんまりハマるような感じじゃなかったので。ウェディングの時の口紅の色がとても綺麗で、どこのか教えてほしいです。サンローランのラブシャインみたいなやつなんですけど、色がねわかんないんです。何色なのあれ、どれだったのっていう。すいません、わかりません、ごめんなさい。そろそろお金の話します。総額どのくらいかかりましたかの質問がね、すごいやっぱりみんな気になるよね。私も気になると思ってて、私の場合その引き出物とかがご協賛いただいたりだったり、飲み物とかもご協賛いただいたので、それビデオにも載せたんだけど、そこの部分がかからなかったんですけど、その引き出物とドリンクを抜いて、これ言っていいのかな総額2000万いかないぐらいでした。でもこれ隠す必要あんの？まあそう、定価でね、そのくらいで、それでも結構なんだろう、削れるところは削ったりして、ドレスのお金とかも全部含めてそのくらい。あとゲスト用のバスとか、お食事も一番高いプランにしていただいて、そうだね、でそんくらいかかりました。はい、高かった。本当に人生で一番高いお金の使い方でした。けど悔いはありません。もう本当に最高だったので。で、あと一番何にお金がかかりましたかっていうことが結構聞かれていたんですけど、一番かかったのはやっぱりね、ちょっと見積もり見てみるけど、花だったと思うよ。ちょっと花だけの金額がえぐかった、マジで。でもどうしても花だけはどうしても妥協できなくて、それでもプラン B みたいな、 A が一番高いやつみたいな、松竹梅みたいな感じで真ん中にしたんですけど、そうだからもう本当に高かったんです。プロフィールブックやウェルカムボードはどこの業者さんでお願いしましたかということなんですけど、ウェルカムボードに関しては自分たちで普通にデータ作って、ウェルカムボードっていうかミラーだね、ミラーは楽天か9点かなんかで買って、カッティングシートを発注して、もう全部そんなネットで出てくるから、それでオーダーして貼ってみたいな感じで、プロフィールブックに関してはエッツィのこのテンプレがあるのね。それもピンタレストでみんなに調べ方を教える。例えばウェディングニュースペーパー、ウェディングニュースペーパーって入れると、エッツィのねやつが、てかエッツィ ETSY エッツィのサイト内でウェディングニュースペーパーとか入れるといろんなデザインがあるので、そのデザインのテンプレを変えるのね。テンプレートに写真とかあと文字とかを自分で入れ込むだけだったから、でちょっとレイアウト変えたいっていうのとかを変えて、それは私全部ペーパーデザイン系トゥーデザインさんっていうところに頼んで、そこが私がお願いしてたプランナーさんたちの提携してたので、そのテンプレをプランナーさんたちの方にここだけ直してくださいみたいな感じで頼んでやってもらいました。あと意外とやっぱペーパー系は自分でできると思う。プリントとかさ、
できちゃう。それかデータこっちで作るんで入稿だけお願いしますとかにするとちょっと費用が、そのデザインフィーが浮くので、それでお願いしたりとかできると思います。白無垢選びで迷っています。アリサさんはどちらのお店を選ばれましたかということなんですけど、私は和装は、明治神宮でやりました。なので明治神宮のところに試着に行ってすぐ決めた。ドレスコードの決め手が知りたいです。ドレスコードいいなと思いつつ、一般人の私がカラフルキラキラにすると参列者が困っちゃうかもと。やっぱり私の場合業界の子たちが多いから、カラフルキラキラって言ってもみたいな感じでなんだかんだやってくれる子たちが多かったので、私がもうドレスコードの決め手は私が好きなもの、カラフルが好きでキラキラが好きだから、みんながそれを着てくれたらめっちゃ可愛いじゃんみたいな、もうほんとそんな安易な考えでみんなを悩ませました。なんかアリサの式何着てく問題が多発してたらしくて、みんなでその式の前とか私が超病んでて、式の準備でもうみんな今アリサの式に何着てくって話題で持ちきりだよみたいな感じで言われました。日本だと両親の服装が服は黒留め袖のように強制文化風習のようなものを感じるのですが、アリサさんたちの場合は何をお召しになられましたか？私は家族にも自由な服で参加してほしいので参考にしたいですということなんですけど、うちのママも結構カラフル派手好きなのね。普通にめっちゃ可愛い柄のワンピに青いなんかやつ肩にかけて可愛かった。でもう留め袖系は和装の式の時にやったので、牧場だからやっぱ着物とかは結構きついのでなかったんだけど、でも家族に自由にしてほしいんだったらそれをお伝えすればいいんじゃない？お母さんに。私はザっていうのじゃなくって自由な格好がいいからなんかカジュアルめにしてほしいなとか言ったら、それをお母さん逆に言ってもらえた方が嬉しい気がする。もし留め袖をお母さんが着たいんだったら逆にお母さんが着たいって思ってくれる方を私は優先したいなって思っちゃうけど、お母さんと話してみるのがいいんじゃないでしょうかと思います。純粋に単純にやってよかったですか？やってよかったです。結婚してから私たちなかなか準備に取り掛かるまでも遅かったし、すぐねプロポーズとか籍入れて始めちゃえばよかったんだけど、結構なんだかんだダラダラしちゃってて、もう途中でいっかやるどうするみたいな、なんかもう5年後とかにするぐらいの話をしてたんだけど、やってよかった。やっぱ体が変わるらしくて、なんか子供とかできると、だからその前にやった方がいいよみたいな一言を大人に言われて、なんかじゃあ急いでやろうかなみたいな感じで、急ぎすぎちゃったんだけどやって、とにかく本当にやってよかった。あんなに幸せな日は本当にないと思いました。やってよかった。課金って美容課金ってこと？やっぱ糸リフトかな私一生糸リフトの話してんじゃないってぐらいなんだけど、どう？まだ維持できてるの？私この糸リフト、ここをちょっともしかしたら足りねえのかもしれないけど、前よりはマシになったと思うの。あと肩ボトックス、やっぱり肩ボトックスやった方がいいですっていうのも結構その先輩花嫁系から Q&A でも来てて、みんなからね、みんなが教えてくれたんだけど、そうだ忘れてた肩ボトと思って肩ボト打ったんだけど、それもやっぱドレスがここが出るやつだったので打ってよかったなと思います。一番緊張した瞬間はいつですか？やっぱりね、一番最初の、バージンロード、挙式だね。挙式がすごい緊張した。ドキドキしたかな。でも出ちゃえば全然楽しかったんだけど、出るまでが、あとなんかもう始まっちゃうんだっていうなんか悲しさ、なんていうの、始まっちゃうの？じゃあ終わるってことみたいな、よくある私の TWICE のライブ現象。TWICE のライブに行くの今からってことは終わっちゃうのみたいななんかその始まりで終わりをすぐ考えちゃうタイプで悲しくなっちゃうんですね。それ、緊張というか、なんかそんな気持ちが大きかったかなと思います。招待状見たいです。招待状は自分たちで作りました。ストゥディオっていうなんか Google のこんな感じで、もう普通にこういう感じで前撮りっていうか、でマップとか挿入してドレスコードを入れて、ホテル入れて、でこの出欠回答みたいなところをポンって押すとGoogle フォームに飛ぶようにして、こんな感じでなんかいろいろ入れれて回答できるようにしました。 Google フォームを使うのが一番楽な気がする。私はね、わかんないけどでした。そう、一応なんか英語バージョンと日本語バージョンで作りました。あとは式前美容施術の時期と内容を知りたいですということで、式の3週間前に肩ボと糸リフトシミ取りやりましたけど、3週間はマジギリギリだから、1ヶ月は大して変わんないけど、1週間しか変わんないんだけど、1ヶ月前がいいかな多分。何かあった時のためにも。それでも 1.5 から1ヶ月前にやるのがいいんじゃないですかしょうか。あとここのボトックスもやったわ。ここのエラボトと肩ボトと糸リフトをやったんですけど、
すごく良かったです。でエステとかは1ヶ月半から2ヶ月前ぐらいから結構もう10日に1回は何かしらエステ行ったりで、ダイエットに関しては1ヶ月前ぐらいから始めて 4.5 キロ落ちたんだけど、もうそれも2.5 キロぐらいなんか食事とジムでも食事も大して気使ってなかったの、ブログ見れば分かるんだけど結構普通に食べてて、で最後の1週間ぐらいで3日間のクレンズしたんだけど、でも私風邪ひいてたのね。風邪薬飲まなきゃいけなかったから、まず体調を治すことも大事だし痩せることも大事じゃん。だから、ね、薬を飲みながらクレンズができなかったので、薬を飲めるようにバナナをちょっと食べたりとかはしながら3日間のクレンズだったから、フルでクレンズじゃなかったんだけど、それで2キロぐらいストンって落ちてむくみ取れて、前日の塩抜きとかは一切しなかったけど、前日はジュース飲んでちょっとおにぎりとかパクってほんとちょっと食べてみたいな。で当日朝もおにぎり食べて、1次会と2次会の間もおにぎり食べちゃって、2次会の時お腹出ちゃって反省。だからやっぱご飯はなんかご飯食べた方がいいっていう話もすごい来てたんだけど、ご飯はお酒を飲む前に食べればいいと思います。あとお酒を飲んだタイミングは、私は2次会の途中でビール1本1瓶ね、これちっちゃい瓶は飲んだけど、2次会の後半ぐらいで、それまでは乾杯も全部お茶にして、シャンパンはちょっとその乾杯の時に一口飲んだ、本当は一口二口飲んだぐらいで、3次会からお酒を飲み始めたんだけど、結局3次会もほぼ飲めなくて、みんなとお話ししたりとかみんなにこう挨拶しに行ったりとかして飲めなくて、4次会からもうめちゃ飲んだんだけど、私じゃなくてマイルズが潰れて、私がもうベロベロになのね。本当はめっちゃ飲んでるからなんだけど、疲れてるしね、ずっと準備してたから。だけどマイルズの介抱をしてホテルでも寝かせてあげて、大丈夫って、その日さやっぱサプライズとかされてすごく心が優しい気持ちになってたから、いつもだったら「ね、なんでそんなに酔っ払ってんなんちゃら」とかってなるんだけど「大丈夫マイルズベルト取る?」みたいな感じで、ちゃんと最後のさ記憶がないマイルズに対してまで優しくして終わったんですけど、だから私酔っ払いはしなかったの。まあ楽しかったんだけどね、楽しかったけど酔えずに。でもめちゃくちゃ飲んだのは4次会ですね。でもうちらの場合ってその4次会が多分みんなの3次会みたいな感じなので、 2.5 次会みたいな感じかな、3次会がでした。節約したものケチったところがあれば知りたいですということなんですけど、ケチったところは結構ありますね。レンタルの最初のディナープレート的なやつ、あれって私初めて知ったんだけど、装飾の一部なんだね。なんかピンクのお皿を置いてたんだけど、私その上にご飯が来るかと思ったら、ご飯が来る前にただ置いてある飾りで、それを下げてご飯が来るの、白い普通のお皿で、マジってそれにそんなお金がかかるのみたいな。確かなんか1枚1600円とかレンタルでね、かける人数分じゃん。これどうにかアリエクとかシーンで買えないかなとか思ったけど、意外と買えなくて、しかもさなんかお皿だと割れたりとかしそうだなと思って業者さん探して、これ自分たちで発注しますって自分たちで発注して節約したりとか、結構そういう節約の仕方は、あとデータ系、例えばデザインはこっちでやるから印刷だけお願いしますっていう風にしたり、印刷業者も調べたりとか、結構意外と私の場合はその持ち込み負荷とかそういうのとか全くなかったから、ここは削れるからここは自分たちでやりますみたいな。でもそれの塩梅が難しくて、節約しようとするとこっちの結局負担が大きくなって、ただでさえいろんな準備がある中で、その節約するために自分の仕事を増やしたことで、結局だからその節約なの時間なのってところで、だから時間をお金で買うみたいな感覚で、私はもう最後とかちょっともういいや、やっぱりお金払いますお願いしますって感じだったところは結構あったんだけど、だから準備期間が多くあるんだったらその辺は早めにプラン、なんか節約できるところとかを、これ自分でなんか業者さん入れられるかもなとかいうのが見つかったら対応してもいいんじゃないかなと思います。あと人数に関して、1次会は90人ぐらいで、2次会は、全部で150から160ぐらいに来ていただきました。ほぼほぼ半々ぐらいだけど、2次会は私の方が多かったかな。私が100でマイルズが60みたいな感覚。そう、ウェディングプロデュースしたらみたいな。したい。何かお仕事ありませんか？ウェディングプロデュースしたけど、プロデュースっていうかなんていうの、コンサルみたいな感じで、こういうの好きなんだったらこういうのはみたいな提案とか、そういうのをやりたいですって今回すごく思いました。プリ機を置いた案すごく素敵でした。案はどうやって考えましたか？プリ機はピック東京っていうところでお願いして、結構さ、私プリ機と触れ合う機会が多いの、イベントによく行くから。でピック東京があれ一眼レフだしフラッシュだし、ちゃんと写真も盛れるしプリントもできてデータももらえるの。それでめっちゃいいと思って、その時になんか
写メ撮ってたの、ピクトーキの本体を。で問い合わせ入れて、前になんかイベントやった時にも使わせていただいたので、そのご縁もあって、今回私ちょっと個人的なことなんですけど、結婚式やるんでお願いしますっていう風に言ってなんだけど、もう反省点があれ、二次会の時誰もやっぱりねウェルカムスペースに置いちゃって、もともと本当は二次会のバーカンの横に置く予定だったんだけど、ウェルカムスペース多分配線の問題とかでウェルカム、だからこういうそういうさ細かい後悔みたいなのがあるんだけど、二次会のさもともとのねドリンクのバーの横に置いてたら、もっとみんながプリクラ撮ったりして楽しんでくれて、しかもそのデータ全部私がもらえるのだから見れて嬉しいじゃん。だからやりたかったんだけど、ウェルカムスペースにあったから二次会とかもう誰も撮ってなくて、なんかそう悲しい。もっと撮ってほしかったなって感じです。一番お金かけるべきところは、私はやっぱりお花に結局お金がかかっちゃったんだけど、確かにご飯は私は一番高いプランにして、みんなでご飯が本当に美味しかったって言ってたのだから、そうご飯もいいプランにしてよかった。なんか真ん中ぐらいでいいかなとか思ったんだけど、みんな結婚式の食事って食べるどうなんみたいな、なんか味わうとか思ったけど、みんなご飯がめっちゃ美味しかったって言ってたのでよかったです。アクスタはどこで作ったんですか？アクリルキングというサイトでデザインを送ると作ってくれるんだけど、めっちゃいい。結婚式の時のカラコンなんですが、リアルリングのブラウンです。で予算に関しては実際かかった額の半分ぐらいで想定してたんだけど、1000万いかないようにどうにかっていうような予算でやってたけど、無理でしたっていう感じです。あとはなんか質問は来てないんですけど、みんなこれから式を控えてる方にアドバイスとしたら、前日寝るっていうのはすごくよく言われる。ほんとそうだよねって感じなので、私5時間ぐらいだったのかな、寝たの。でもやっぱ遠足の前の日みたいな気持ちだから、アドレナリン出ちゃってて寝つきも悪いし、やることもあるし、あれ大丈夫かなこれ大丈夫かなって不安になっちゃうと思うから、早く寝るとか結構なかなか難しいことだとは思うんだけど、なるべく前々日ぐらいまでに終わらせて、前日やることを減らしてお肌の手入れだったりとかするのがいいかなっていうのと、あとスペシャルケアをしない方がいいってね言われたの。それは確かにと思って、なんかスペシャルケアして変に肌が反応して荒れちゃったりとか、だからもう普段のスキンケアを最後の1週間とかするのがいいみたいな感じで、なるほどねと思って、確かにみたいな感じだったのと、あと美容室はやっぱり1週間前ぐらいに行くのがおすすめです。私の場合はね、染めたてってやっぱどうしても色が違かったりは髪に馴染んでなかったりするので、私は1週間ぐらい、私は2日に1回ぐらいしか髪を洗わないので、3、4回髪を洗うみたいなイメージで色を入れたので、それですごく良かったかな。美容に関してはそんな感じなのと、あとはやっぱり絶対やってよかったって思ったのは、さっきも言ったかもなんだけど、席に置く手紙は絶対にやってよかったなと思いました。で、親への手紙は絶対に読んだ方がいいと思う。親へ手紙を書くことをいつもしてるなら別にいらないかもだけど、やっぱ私の親がどれだけ素敵な人かっていうことを周りにも知ってもらえるし、あんまりさ、どんな生い立ちでいたとかさ、仲いい友達とかでもさ、昔から知ってない限り意外と知らなかったりとかするから、私は結婚式に自分が参列してそういうのを知れるのも好きだし、親への手紙も結構好きなんだけど、やってよかったかなって感じで、あと余興みたいなの、それが友人のスピーチになるのかなわかんないけど、余興みたいなの知らなかったんだけど、やらなくてよかったかなって感じでした。寒暖をね入れたかったので。あと私はなんか二次会のお色直しの入場をナヨンのポップを踊りたかったんだけど、2週間前ぐらいに私ポップ踊りたいかもみたいな、ポップで入場したいみたいな感じになって、ポップの踊り見たら早すぎて、あと別になんか何見せられてるのみたいなみんななっちゃうかなと思って、本当はポップ踊りたかったんだけど踊らなかったけど、ポップ踊りたかったって今でも思います。あとはもう一番言えるのは、必ず当日プランナーさんとか海添さんでも何でもいいんだけど、自分の 1,2 メートル先にベタ好きでいる人をもう必ずお願いすること。そう言われてても実際に見当たらなかったりとか、やっぱ当日バタバタしちゃったりするから、あれ見当たらないって思ったら見つけた瞬間に必ずここにいてくださいって、もうその現場でいいから言うぐらい、ちゃんと誰かサポートしてくれる人近くに、最悪友達にもいいと思うんだけど、ドレスがこうなってたらこうしてとかを言っといた方がいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで結婚式の Q&A でした。またね、なんか思いついたらちょこちょこ言ったりしたいかなと思うんですけど、そんな感じで、ぜひ今後の式を控えてる花嫁さんたちに参考になったら嬉しいです。そしてめちゃくちゃ楽しんでくださいね。もう1秒1秒噛みしめて、
本当にあっという間って言われてて、それを分かっててもあっという間なので、もう目に焼き付けて楽しんでください。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。